クライブ、マーサの宿へ行ってくれ。現地に石の剣を派遣してやる。連中と合流して彼女を見つけ出すんだ。あ、すぐに出る。クライブ、これは。とにかく石の剣と合流しよう。さっきの連中がまだ近くにいるかもしれん。あちらで手当てをしましょう。さあ。シド、来てくださったんですね。派遣された石の剣というのはお前の部隊だったのか、コール。オットーから聞いている。状況はわかるか？ええ、話を聞いておきました。押し入ってきた駐屯兵はかなり乱暴に振る舞ったらしく、宿場の住民や傭兵団も暴行を受けています。マーサさんが止めに入ったところ、奴らは彼女を拘束してそのまま連れ去ったと。マーサの行方は？いえ、具体的な場所までは。ただ駐屯兵は悲しみの入り江方面に向かったようです。グレードモン修道院を調べる気なのかもしれない。おそらくな。俺とジルで奴らを追う。お前たちは住民の手当てを。心得ました。シド、駐屯兵はベアラー粛清と口にしていたとか。どうもこれまでと勝手が違います。くれぐれもお気をつけください。ああ、わかった。クライブ、ベアラー粛清だなんてただごとじゃないわ。ベアラーは国の管理下だ。駐屯兵だけの判断じゃない。粛清という言葉まで持ち出すとは。ザンブレクは何を企んでる？ジル、あれは。マーサ、無事か？ああ、クライブ、急いで修道院へ。何があったんです？出たんだ。黒騎士たちが出たんだよ。噂なんかじゃなかった。黒騎士？私を黒騎士から逃がすためにベアラーのみんなが盾になって、このままじゃみんな殺されちまうよ。俺たちで助けに向かう。マーサ、ここにいては危険だ。宿に戻ってコールを頼れ。いいな？分かった。二人ともどうか頼んだよ。黒騎士、一体何者だ？ビビアンからもその名を聞いたことがない。彼女も知らないとなる。とにかく修道院へ。ベアラーたちが危ない。争った跡があるわ。ジル、急ごう。なんてことを。クソ！貴様ら何者だ！ザンブレク兵。マーサさんのところに押し入った駐屯兵ね。あの女、助けを呼びやがったのか。構うことはない。たかが傭兵風情に何ができる。奴の仲間なら貴様らも同罪。粛清対象だ。ベアラーもそれをかばい立てる者もこの世の汚れに他ならん。我ら残野を担う者、国営に誓い来たる千年王国の憂いを断つ。なるほど。お前たちが黒騎士か。クライブ、ああ、やるぞ。倒したか。敷地内を見て回りましょう。まだ生きている人がいるかもしれない。これは。院長様が。
ベアラーの全身が石化してる。限界まで魔法を使って戦ったのか。この人まだ息があるわ。俺たちはマーサの仲間だ。助けが遅くなった。ここを襲った黒騎士は。全て倒した。安心しろ。そうか、よかった。黒騎士はベアラー粛清のために作られたザンブレクの特務部隊だ。ベアラー粛清はロザリス城下で始まり、ロザリア全土に広がっている。どうかこのことをシドに、ベアラーたちを奴らから助け。ああ、伝えておく。シド、どこです？ご無事ですか？コールの声だ。無事を知らせないと。クライブ亡くなったわ。院長様たちの埋葬を終えました。しかしベアラーたちの遺体は全身石化の弊害で粉々に。残った砂は集めてあるわ。マーサさんを守るためにみんな最後まで戦ったのね。マーサさんから話を聞いて急ぎ駆けつけたのですが、こんな事態になっていただなんて。彼らも弔いましょう。せめて安らかに眠れるように。でしたらこの砂をリドック町会卿のたもとへ。院長様が常々そうなさっていました。川に砂を流すことで魂が閣僚に運ばれるのだと。俺が行ってこよう。ありがとうクライブ。コール、私たちは修道院の中を片付けましょう。リドック町会卿、この辺りだな。この水によって重い荷が洗い出され、魂が次の世へと運ばれますように。終わったのね。ああ。修道院の方は？ええ、片付けてきた。コールは先に宿へ戻ったわ。私たちも行きましょう。きっとマーサさんも心配してる。そうだな。二人とも戻ってこられてよかった。マーサ、すまない。間に合わなかった。いいんだクライブ。コールから聞いたよ。ありがとう。みんなを弔ってくれたんだってね。もっと黒騎士のことを気にかけておくんだった。まさか本当にいただなんて。奴らのことを知ってたのか？いつだったか客の噂話を耳にしたのさ。国営に身を包んだザンブレク兵たちがベアラーを殺して回ってるって。ここ数年はロザリアの駐屯兵が過激になってるだろう。だからてっきり奴らに怯えた誰かがそういった連中に黒騎士なんて名を付けたんだと。このまま黒騎士どもの勝手にはさせない。ベアラー粛清など許されるものか。だが目的は何だ？イーストプールを襲った奴らと同じようにこれも母上の差し金だというのか。もうこれ以上奴らの好きにはさせない。うちの傭兵団を強化して
今度は返り討ちにしてやる。今回みたいな犠牲を二度と出さないためにもね。そうだクライブ、ついさっきオットーがストラスをよこしたんだ。ガブが隠れ家に戻ったと伝えてほしいって。分かった。それじゃあ俺たちはそろそろ引き上げる。マーサさん、お気をつけて。感謝するよ二人とも。あんたたちや石の剣のおかげで宿は救われた。大丈夫か？無理に動くなよ。そこの人、そこの人、ちょっと手を貸して。おお、あんた傭兵だろ。ちょうどよかった。ここに来る途中、チョコボが野党どもに追われてたんだ。あいつを助けてやってくれないか。チョコボ？ああ、ここら一帯を縄張りにしてる野生のチョコボだ。でもただのチョコボじゃねえ。魔物や野党から行商や旅人を守ってくれるこの辺りの用心棒みたいなやつさ。そんなチョコボがいるのか。俺もこの前野党に襲われたところを救われてな。きっとその時の奴らが報復しに来たんだろう。どうか頼む。あんたの力でチョコボを助けてやってくれ。いいだろう。ありがてえ。それでそのチョコボはどこに？この先の街道を横切って船着き場の方へ向かっていった。あのチョコボは気高いナイトのごとき振る舞いで、行商仲間からもロザリアの心なんて呼ばれてる。一目見ればわかるはずだ。わかった。それじゃよろしく頼むよ。これはチョコボの風切り羽。白チョコボなんて珍しい。あいつを思い出すな。この足跡、向こうか。これはチョコボを追ってた野党か。ようやく追い詰めたぜ。散々俺たちをコケにしてくれやがって。仲間の敵だ。その白い羽を血で染めてやる。待て。なんだてめえ。そのチョコボはロザリアの心だな。こちらに渡してもらおう。俺たちの獲物だ。よそ者突っ込んでな。悪いがそれはできない。これも仕事なんでな。もう大丈夫だ。お前がロザリアの心か。トルガルが懐くなんて。その目の傷、まさかあの時の。やはりお前はアンブロシアなのか。アンブロシア、よく生きて。お前にも仲間がいるんだな。おい、大丈夫か。心配になって来ちまったぜ。野党どもを倒してくれたんだな。チョコボも無事みたいでよかった。ああ、実はやれやれ、ロザリアの心があんたのチョコボだったとはな。チョコボは物覚えがいい。きっと
昔のあんたの姿や立ち振る舞いを覚えてて、俺たちを守ってくれてたんだろう。それにしても珍しい白チョコボを飼ってただなんて。もしかしていいところのでかい？いや、そういうわけでは。おっと、野暮なことを聞いたか。気にしないでくれ。アンブロシア、どうした？あんたと一緒に行きたいんだよ。ほら、お仲間も賛成してる。来てくれるのか？何年ぶりかに再会したチョコボとまた旅をする。なんとも泣ける話じゃねえか。よし、ちょっと待ってくれ。どうだ、これでいつでも行けるぞ。いろいろと用立ててくれて感謝する。これぐらい当然さ。ロザリアの心は俺たちの恩人だからな。ここも用心棒がいなくなって寂しくなるが、いつまでも甘えるわけにもいかねえ。今後は俺たちだけで何とかやっていくさ。だからロザリアの心、安心してご主人様との旅を楽しんでくれよ。そういえばあんたどこかで荷馬車をチョコボに囲まれちまった時か？いや、違う違う、あいつはベアラーだった。どうかしたか？なんでもね、こっちの話だ。昔あんたに似た人に頼み事をした気がしただけさ。それじゃあな。ありがとうよ。お前が必要な時にはすぐに呼ぶ。これからまたよろしくな、アンブロシア。やおークライブ、しけた面してんな。報告を。相変わらず愛想ってもんがない。そんなもんクライブに求めるのが悪いんだ。いいからお前も座れ。ドレイクヘッドが消滅した直後、ザンブレフ公国はクリスタル自治領に攻め入った。あそこにはマザークリスタルがある。その上、未だ黒の一帯に蝕まれていない。長らく続いた自治領の不可侵条約も破られる時はあっという間ね。ああ、こんな旨味のある場所、一度手に入れたら手放すバカはいるはずもないだろう。そんな強硬姿勢を崩さないザンブレクに対し、ついに名乗りを上げちまったのがダルメキア共和国ってわけだ。今や両軍とも自治領を舞台にして激しい睨み合いの真っ最中さ。つまり各国の目が自治領に集まっている。警備の穴が出始めたようだ。どこもいつ踏み込むかと浮き足立っているせいだろう。動くなら今だ。マザークリスタルを破壊する。世界に残るマザークリスタルは鉄王国のドレイク・ブレス、ダルメキアのドレイク・ファング、ウォールードのドレイク・スパイン、そしてクリスタル自治領のドレイク・テイル。ダルメキア軍の大半はザンブレクの件で自治領に出向いてる。となると狙うはドレイク・ファングか。いや、
ダルメキアは戦を仕掛けた側だ。当然背後を取られないように守りを固めるだろう。だが今なら今日ついて狙える場所がある。ドレイクブレス。おいおい、鉄王国は海の向こうだぞ。どうやって渡るつもりだ？ポートイゾルデに住む知人を頼ってみる。知人だ？おじだよ。バイロン・ロズフィールド。ロザリア7家族のあのバイロン・ロズフィールド？大陸を股にかけるとんでもない大豪商だろ？待って、そうだよ。お前一応ロズフィールドの坊ちゃまだったな。おじはれっきとした貴族だが、その傍ら貿易を営んでる。商船なら都合がつくかもしれない。いけそうじゃねえか。よっしゃ、一丁やってやろうぜ。なよし、支度をしたらポートイゾルデに向かおう。ガブを連れてこなくてよかったの？張り切ってたのに。奴には風国プカを探ってもらってる。紙幣が動くと面倒だからな。この手の仕事はガブが最も適任だ。ええ、そうね。それにシドが言ってたように潜り込むのはドミナントだけでいい。万が一の事態が起こっても俺たちだけならなんとか逃げ出せる。いつか戻ろうと思ってたの。鉄王国へ。どうして？あの国にはやり残してきたことがあるから。それに自分の過去と向き合いたい。あなたのように。力になるよ、ジル。頼りにしてる。行こう。そういえばこのロザリア南部は大丈夫かしら。マーサの宿であんなことがあったばかりで。そうだな。ポートイゾルデはまだ遠い。近くの人里で話を聞いてみるか。この先にアンバーという村があったはずだ。そこを目指そう。昔のロザリアならこんな恐ろしいことは起こらなかったのに。めったなことを言うんじゃないよ。なんだ？いいな。奴らをかばい立てすれば賊領総督府の存意により貴様らを粛清する。我々は賊領ロザリアの汚れを排除するものである。肝に銘じよ。承知いたしております。村の者にも言って聞かせますので。黒騎士、こんなところにまで。何があったのかしら。連中に睨まれたら。もし何かあったんですか？ああ、賊領総督府に盾つく逆賊が現れたんだと。奴らの住処を探すのに軍が出てきたみたいだ。あんたら旅の人だろ。何か聞いてないか？いいえ、特には。
そりゃ残念。誰か詳しい話を知らないかな。なあ、見たかい？何のことだ？さっきの兵士さ。あれがきっと噂の黒騎士様に違いないよ。貴重なお姿を拝見できて幸せだな。そいつは良かったな。なんでもこの辺りに逆賊が潜んでないか調べてるんだって。俺がそいつらを見つければ黒騎士様に褒めてもらえるかな。さっきの黒騎士は逆賊を探してるみたいね。もう少し話を聞いた方がいいだろう。話を聞かせてくれるか？なんだい？ここを訪ねていた黒騎士のことなんだが。そこの旅のお方、私はこの村の長を務める者。お二人に無礼を承知で申し上げる。どうかこの村から早く出て行ってくださらんか。訳を聞いても。今のロザリアは賊領総督府のもと厳しい状況にあります。どんな些細な理由で村が滅ぼされるか分かりません。あなた方のようなよそ者がこそこそと嗅ぎ回ればそれだけで目をつけられかねないのです。そうなったら最後、総督府を滑るアナベラ様は直属の配下である黒騎士に村を襲わせるでしょう。お願いします。イーストプールの二の舞にはなりたくないのです。分かった。邪魔をしたな。やはり黒騎士は母上の差し金だったか。だがこの村は総督府を恐れているようだった。奴らに平服していれば襲われることもないだろう。民を恐怖で縛るなんて。ジル、どうかしたのか？ごめんなさい。昔を思い出していただけ。大丈夫よ。それにしても黒騎士が探している逆賊が気になるわ。奴らの目的を考えればベアラー絡みだろう。もしかしたらこのロザリアにはマーサの他にもベアラーを保護している連中がいるのかもしれない。協力者として迎え入れることができればありがたいが、ここであれこれ考えても仕方がないな。今は先へ進むとしよう。ええ、そうしましょう。行くぞ。はっ！山道が続いているようだ。ここから魔物も多くなりそうね。気をつけていきましょう。これは以前地下遺跡で見た異物たちか。この5年で動き出す異物が増えてきたみたい。くそ、ただでさえ魔物もいるっていうのに。こいつら黒騎士か。クライブ、これって血だ。まだ新しい。おい、そこで何をしている？黒騎士。我らに刃を向けるとは。さては貴様らも種火の守り手か。ならばこの場で粛清するまで先に行った仲間とは隔離所で会うといい。我ら残夜を担う者、国営に近い来たる千年王国の憂いを断つ。来るぞ。お前たちの勝手にはさせん。
種火の守り手と言っていたな。それがお前たちが探している連中の中。逆賊め、知れたことを。貴様らが逃亡を手引きしたベアラー殿はすでに粛清した。オールドヒルツァー戦場に行ってみろ。あれが我らに立てついた報いだ。クライブ、この先の集落だ。どうしたトルクル。この匂い。なんてこと。まさかこれも母上が。こんなの人がやることじゃ。そうだな。何がここまであの人を。一体。クライブ、母上とは全てのけりをつける。いつか必ず。先へ急ごう。ジル、この人たちを。分かってる。後でちゃんと弔いましょう。ポートイゾルでは大丈夫かしら。もうすぐビュイット大橋か。その先はロザリス城だが立ち入ることはできまい。あのお屋敷のあたり、確かラザロ街だったかしら。ああ、あそこはロザリス貴族の保養地だったところだ。華やかな町だったが。見えてきたぞ。あの城門の先がポートイゾルテだ。通してくれ。子供たちに食べるもの。どうかご慈悲を。花べらの犬どもが。いつまで俺たちを無視する。どうか我々にもご慈悲を。うるさい。ケミー夫人が下がれ。いいから下がるんだ。貴族のやつばかりずるいぞ。俺たちにもクリスタルを焼かせよ。この人。下がれ下がれ下がれ。民ども、さっさと帰れと言ってるんだ。お前殺されたいのか。おう、やってみやがれ。正面から入るのはやめた方がいいな。他の手を探してみよう。あの難民たち、ポートイゾルでは完全に門を閉ざしているか。あれじゃ簡単に入れそうにないわね。クライブ、何か当てはある？そういえば昔バイロンおじさんが言ってた。あの町には戦時の脱出路として使う地下通路が用意されていると。確か
さっき前を通ったラザロ街につながっているはずだ。もう寂れてしまって人が住んでいる感じがしなかったわ。今ならその通路を探せるかもしれない。よし、行ってみよう。ポートイゾルデは黒騎士に襲われていないようね。ああ、ひとまずは安心だ。ここも随分様変わりしたな。昔は花が咲いて綺麗だったのに。誰かいる。おい、侵入者だ。野党か。面倒だ。仕方ない。貴様、その剣技は一体どこで習った？お前たちが知る必要はない。フェニックスの炎。そんなまさかクライブ様なのですか？クライブ様、ご無礼を。お久しぶりでございます。ウェイドにございます。ご存命であられたとは。ウェイド、よく生きて。場所を変えましょう。それではあなた方が。ええ、ロザリアを取り戻すため集結した広告騎士の生き残り。それが我々種火の守り手を名乗る者たち。とはいえ賊領総督府に真っ向勝負できるほど我々の戦力は大きくありません。ですからこれまでは秘密裏に抵抗を繰り返してきました。それに加え保護したベアラーたちを粛清から守るためうまくかくまっていたつもりだったのですが、奴らに知られオールドヒル造船所はやられた。黒騎士め、見せしめのような手段に出るとは。なぜ母上はベアラー粛清を、黒騎士なんて作ってまで。ベアラーを疎んでいたのは知ってるが、それにしたって度が過ぎている。タガが外れたとしか。イーストプールの一件で目障りならば消せばいいと気づいたのでしょう。ここの駐屯兵が過激になったのも賊領総督アナベラの命によるものです。新興シルベストルとの間に子を設けてからというもの、ベアラーへの固執が強くなったように思えます。あの女アナベラは自分の子が滑る国家から不要なものを取り除きたいのかもしれません。そんなことで。ウェイド卿、黒騎士に動きあり。大橋付近に本衛隊です。よし、支度だ。急がせろ。
黒騎士の主力である本衛隊に打って出ます。このままではさらなるベアラーの血が流れかねない。彼らのために我々が表に立たなければ。俺たちも戦おう。ここまで旅をする中で黒騎士の非道なやり方を目の当たりにしてきた。母上の命によるものならそれは俺の戦いでもある。私も民を恐怖で縛る総督府を見過ごせないから。クライブ様、ジル様、御意にお二人と戦えることをこのウェイドは誇りに思います。必ず勝ちましょう。ウェイド卿、どうかよろしく頼む。ええ、任せてください。支度を終えたらウェイド卿に作戦を聞こう。ええ、分かったわ。そうしましょう。あれが話を聞いオールドヒル造船所で知った者たちの。ウェイド卿、こちらの支度はできた。作戦を聞かせてくれ。我々はこのままビュイット大橋へ移動。広場に駐留している本衛隊を襲撃します。先ほど仲間の何人かを周辺に展開する黒騎士の陽動に向かわせました。これで奴らとの戦いが始まっても援軍の到着は遅れるでしょう。本衛隊は精鋭揃いですが部隊は小規模。お二人がいれば我々だけで打ち破れるはずです。随分な頼られようだ。正直に言うとクライブ様とジル様のお力添えがなければ種火の守り手総出で玉砕覚悟でしたよ。そういう無鉄砲なところは昔のままだな。ウェイド卿、ベアラーの埋葬のためオールドヒル造船所へ出立します。ご苦労。丁重に頼むぞ。はは。ありがとう、ウェイド卿。彼らをあのままにしておくのは忍びなかった。では我々も行きましょう。狙うは黒騎士の主力本衛隊。ああ、奴らを倒す。クライブ様、ご分を。これまでも黒騎士の見張りを。ええ、できる限りは。ですが我々の存在が知られてからは奴らに追われる身に。今回の作戦はそれを逆手にとって自分たちを餌に本衛隊をおびき出したというわけです。かけろ。妙なことに巻き込まれる。あいつら乱暴。間もなくビュイット大橋に。お二人ともお気をつけください。なんだお前は。黒騎士の本衛隊だな。ここで消えてもらうぞ。我らに立てつくとは愚かな。そうか、お前たちが種火の守り手か。自ら出てくるとは探す手間が省けたわ。ここで粛清してやる。クライブ様。ウェイド、ジル、行くぞ。総員、種火の守り手を粛清せよ。逆賊どもを生かして返すな。敵増援。くそ、大橋からは想定外だ。慌てるな。確固撃破するぞ。我ら残夜を担う者、国営に誓い来たる千年王国の憂いを断つ。
逆賊め、我が栄宝に散れ。勝ったわね。ああ、なんとかなったな。クライブ様、ジル様、お二人のおかげで本営隊を撃つことができました。心から感謝いたします。これでしばらくは黒騎士もおとなしくするでしょう。賊領総督府の動きも鈍くなるはずです。だがこれで終わったわけじゃない。奴らを撃ったところで所詮は軍の一部隊だ。いずれまた再編されるだろう。ええ、そうですね。ロザリアは今闇の中にあります。恐怖と苦しみが多くの民を苛んでいる。敵は強大で、我々の小さな力だけではその闇を払いきれないかもしれません。だからこそこれからも戦い続けます。今度は種火の守り手の名を掲げて、まだ不死鳥の火が残っているとロザリアの民に希望を持ってもらえるように、そしていつの日か闇を消し去る大きな炎になることを信じて。ウェイド卿。さて、派手に立ち回りましたからね。ここもじきに衛兵が駆けつけます。ひとまずラザロ街へ戻りましょう。しかし種火の守り手がおじさんとつながっていたとは驚いたよ。ええ、バイロン様には以前から支援をいただいています。こちらこそラザロ街にいらっしゃった目的が地下通路をお探しになっていたとは思いませんでした。その地下通路を行き来してポートイゾルデとやり取りをしているだなんて。難しい立場のお人ですから。それでも賊領総督府の監視の目を盗んでは奴らと戦うために尽力されている。ですがクライブ様、バイロン様をお尋ねになるようでしたらご注意なさいませ。あのお方はあなたが亡くなったものと思っておられる。そのためお心を閉ざされてしまった。私が仲介したところで信じていただけるかどうか。俺が力を借りられるのはあの人ぐらいだ。何とかしてみせるさ。クライブ様、これを。我ら種火の守り手が常にあなたと共にあるという証です。心強い。感謝する。お二人とも本当に立派にご成長なされた。タイラーにも見せてやりたかったですよ。さあ、地下通路はこの先です。こちらからどうぞ。ありがとう、ウェイド卿。何かあればいつでも協力する。伝達手段は追って知らせよう。はい、お待ちしております。口利きのおかげ？なんだかやけにすんなり通されたけど。今にわかるさ。賊を懐に招き入れて自ら仕留める。叔父はそういう人だ。貴様か、
おいの名を語る不届き者は残念だったな。クライブはとうに死んだ。愚かな賊めが今すぐその首かっ切ってやる。貴様、何の真似だ。この我こそは聖騎士クランダル・キャメロット。聖女シビルが首都。遠からん者は音に聞け。近くは寄って目にも見よ。マドゥ、邪悪なる呪術師よ、神聖なる誓いのもとに貴様の首をもらい受ける。いまいましき聖女シビル、死してなお我に盾つくというのか。よかろう、我が呪術の力をもって天井より奈落の底へと引きずり下ろしてくれる。さすがおじさん、マドゥ役はあなたが一番だ。ああ、クライブ、わしの甥っ子が生きておったぞ。聖女と使徒、お前はいつもあの場面ばかりやってそのせいでわしはいつも悪役よ。お願いがあって参りました。ラダフォード、食事の支度だ。急いでな。最大級のもてなしよ。おじさん。クライブ、お前とは積もる話もあるんだ。飯と酒がなくては始まらんだろうが。おれ、座れ。ラダフォード、急ぐんだぞ。お前たちも粛清の跡を目にしたのか。彼女のアナベラの強行は今に始まったことではない。ここ最近はひどくなる一方だ。あれの振る舞いは常軌を逸している。もう人ではない。まるで獣だよ。獣。わしも一応はこのポートイゾルデを治める身だ。表だって立てつくことはできなかった。裏でウェイドたちを支援するのが精一杯でな。ウェイド卿からおじさんのことを伺いました。危ない橋を渡って来られたと。あれから20年余り、兄上の志したロザリア公国はもう存在しない。そのことが残念でならないよ、クライブ。さてさて、ドレイクブレスへ向かう船が必要なんだったな。荒海を越えるために支度をせねばならん。大急ぎで用意させるとしよう。信じてくださるんですか、これまでの話を。まずはクリスタルか。はあ、突拍子もなくて信じる方がどうかしとる。だがクライブが話したことは真実だ。それは間違いない。ならば叔父として可愛い甥に力を貸すさ。なぜ真実と？お前には嘘をつく時の癖があるからな。そうかい？そう
国の名誉のためだ。どうかこれからも気づかんふりをしてやってくれ。それでもまだ信じられん。お前があの大罪人シドだったとは。アリシ妃の好青年も今ではすっかり悪党か。ならわしも今日から悪党の一員ということだ。さて、ドイツをぶん殴ってやろうか。ラザフォード、武器の用意も急げよ。血がたぎるわいい。あっちだ。頼むぞ。こんなところにいたのか。いい船だ。これならおそらく3日もあればドレイクブレスにたどり着ける。どうかしたのか。獣。鉄王国に囚われていた時、奴らの言われるがままに戦った。従うしかなかったわ。命令に逆らえば必ず誰かが殺されたから。だから私は人形になった。命の重みなんて知らない。ただの人形なんだって自分に言い聞かせた。何度も。何も考えなくて済むように、何も感じなくて済むように。そしたらいつの間にか当たり前のように人を殺していたわ。私こそただの獣だったのよ。ジル。私は人でありたいの、クライブ。あなたといたいから。自分の意志で歩む道を選んでいきたい。そのために私はやり残したことを、自分の過去に決着をつけなきゃならない。俺が支える。俺が辛い時君がそうしてくれたように。ありがとう、クライブ。その時にはきっと今度こそ人として生きていけると思う。だが決して無茶はしないでほしい。一度戻るとしよう。船が用意できるまでまだしばらく時間がある。ドレイクブレス、鉄王国か。一度リビアンから話を聞いておこいや、最近よく顔を出すじゃないか。君のために何か面白い話を仕入れておくべきだったな。結構だ。お前の小話を聞くとろくなことがない。君がシャレを下さんだけだろう。さて、今日は何だね。鉄王国について教えてくれないか。あの国のことを詳しく知りたい。
ドレイク・ブレスが次の標的ということか。あれが位置するのは荒波に浮かぶ絶海の孤島。かつてロザリアでドルスタヌスと呼ばれていた聖地だったが、長らく鉄王国に占領されている。鉄王国、それはバリスゼアの西部島嶼を領土としている宗教国家だ。だが同じ宗教国家でもザンブレクが宗教を祭りごとに利用するのとは異なる。鉄王国はそれ自体が国家の基盤となっているのだからな。クリスタル正教、それがかの国の根幹。クリスタル正教はマザークリスタルを聖なるものと崇めている。故にその一部をクリスタルとして切り出すばかりか、ただの道具に貶めるような魔法の使用を禁忌とした。信とどもに言わせれば、エーテルは汚れであり毒というわけさ。その毒を食らい魔法を行使するドミナントを兵器として扱っているのも特徴の一つだろう。今から約80年前のこと、風の大陸北方のマザークリスタル・ドレイク・アイの消滅を機に、北部諸国とロザリア公国が衝突した。この大規模な戦の陰で鉄王国は公国領を侵犯するに至る。ドレイク・ブレスを抱くドルスタヌス島、ロザリア最大の聖地を実効支配する形でね。公国側の抵抗も虚しく、クライブ、君が物心つく頃にはもはや遠征以外で立ち入れぬ地になっていたはずだ。そしてロザリアが滅んでからはドレイク・ブレスは完全に鉄王国のものとなった。時を経てついに奴らは大陸進出の足がかりとなる要所を手に入れたというわけだ。信仰の対象たるマザークリスタルを持ち、大陸への玄関口ともなるドルスタヌス。かの地はまさに奴らにとっても聖地となった。今この時もクリスタル正教の教えのままに他のマザークリスタルを狙っているのだろう。俺が子供の頃もロザリアと鉄王国はドレイク・ブレスをめぐって戦をしていた。フェニックスゲートで事件が起こったのも奪還のために本格的な戦端を開く前夜だった。その後統制を失ったロザリア軍は鉄王国の侵略を許し、ジルを含む女子供がさらわれたというわけか。どうだねクライブ、ついでに祖国の復讐も果たしてみては。俺はドレイク・ブレスを破壊しに行くだけだ。参考になったよ。ありがとう。よし、ジルと話をしたら出発しよう。ジル、支度は？あらかた済ませたところ。君は言っていたな。やり残したことがあると。ドレイク・ブレスに行く前に聞かせてもらえないか。それが一体何なのかを。クリスタル正教の最高指導者大司祭イムランの息の根をこの手で止めることよ。それが自分の過去と向き合い決着をつけるただ一つの方法だから。大丈夫、無茶はしないわ。クライブが支えてくれるって言ったもの。ジル。マザークリスタルの破壊も私の目的もどちらもやり遂げてみせる。行きましょう、ドレイク・ブレスへ。ああ、そうしよう。
海の氷結、それを繰り返して霧を作る。こんな風に力を使うとは。鉄王国にいた頃、諸国の警戒を逃れるためにいつもやらされていたことだから。平気。そうは見えない。あの地に潜り込める機会なんてもう二度と来ないかもしれない。だから撃てる手は全て撃たないと。分かった。見えたわ。鉄王国のマザークリスタル。ドレイクブレス。激しい海流に岩礁、それに加えてエーテルだまり。さながら天然の砦だな。でもここは島の裏側。この小舟一艘ならまず気づかれないと思うわ。クリスタル神殿は山の中よ。このまま山道を登っていけば裏門から中に入れるはず。よし、行こう。それにしてもこの島を歩く日が来るとは。昔はロザリアの聖地だった。ずいぶん前に鉄王国に支配されたがな。あなたに会うまで私はずっとここにいたの。だから少しは案内できると思う。この道はエーテルだまりができてから警備もいないわ。潜入にはもってこいか。任しやが。私がいた時よりエーテルだまりが広くしたんだ。厄介だわ。早く倒しましょう。ここはもともと地揺れが多いの。心配ないわ。この先に庭園があったはず。そこから山の中に。こんなに荒れてるなんてひどいわね。待て。昔どこかで見た光景だ。ジア、片付けるぞ。こいつの正面に立つと危険だ。分かった。気をつけるわ。なんて匂いなの。巻き込まれるなよ。終わりだ。
クライブ。やけに暑いな。熱で溶けた岩が流れ続けているから。でも前より激しくなってる。これはまた地揺れが。さっきより大きくなってる。何か変だ。じゃ進めないぞ。いくらなんでも数が多すぎる。気をつけて。そうだ。ドレイク・ブレスか。神殿が近いわ。なんだこいつは。こんな魔物初めて見る。俺たちを逃がす気はないようだな。フレイムリザード。おとなしい魔物がどうして。こいつが暴れたせいで火山が活発になってるのか。フレイムリザードは滅多のことでは暴れないのに。ともかく今はこいつを倒す。
バハムート。オーディ闇よ。クライブ、何か仕掛けてくるぞ。オーディ怪我は大丈夫よ。ありがとう。今の戦いで兵士たちに嗅ぎつけられないといいが。あそこから大聖堂に入れる。神殿に繋がってるわ。早く行きましょう。干からびる前にね。そうだな。神殿に勤める従者たちの居住区よ。ここから人が多くなるわ。見つかって騒ぎにならなければいいが。ええ、でもあの人に会えれば切り抜けられるはず。あれ、おばさま、私を。そんなあんた、ジルなのかい？ええ、おばさま。ここではいけない。こっちへ。それにしてもよく無事でいたもんだ。おばさまも。なんてバカな娘だろう。どうして戻ってきたんだい。せっかく自由になったってのに。ごめんなさい、おばさま。でも
私にはどうしてもやらなければならないことがあるの。教えて、大司祭はどこに？今この時間なら祈りを捧げているはずだけど。まだあんな儀式は。クライブ、私の目的もクリスタル神殿よ。行きましょう。おばさま、今すぐこの島から逃げてください。あんたまさか。ジル、来たぞ。おいで。ここから出ていけば神殿まではすぐだ。さあ早くお行け。おばさま、これまでずっと面倒を見てくれて本当にありがとう。さようなら、マーレイおばさま。あなたへの恩は忘れません。どうかいつまでもお元気で。ジル、いいね。あんたこそ絶対に死ぬんじゃないよ。行きましょう。神殿まで突っ切る。ああ。鉄王国の警備兵か。邪魔する奴は容赦しない。警備が手厚い。どきなさい。大司祭イムラン、あの男は教えを隠れみのに外道の限りは尽くした。奴だけは必ず私がこの手で。ああ、分かってる。君の過去に決着をつけるんだ。残すはこれだけ。このまま押し切れ。そうだ。貴様は芝のドミナント。死に損ないが許しでも恋に来たか。
私はこれまであなたに従い戦ってきた。全ては私と同じようにさらわれてきた娘たちを守るため。でもあなたは何をした？私の目の前で彼女たちを手ごめにして殺した。ゲスがエーテルに毒された魂は清められねばならん。あれは浄化、魂の救済。そうとも、全てはクリスタルの導きなのだ。わきまえよ、卑しき獣め。貴様のように汚れた血はこの神殿への立ち入りすら許されるということを忘れたか。そうね、私は獣だった。この血はきっと誰よりも汚れている。考えることをやめ、心を捨ててあなたのような悪魔に手を下すこともしなかったのだから。これは私の後悔。でも私はもう二度と獣にはならない。獣を生み出す悪魔も野放しにしない。獣ごときが主人である私に歯向かうつもりか。所詮はドミナント、エーテルに蝕まれた不浄の存在よ。なんとおるかな。この身が不浄というのならば、大司祭イムラン、お前はそれ以下の存在だ。私はここで因果を断つ。その汚れた血の前に膝を折るがいい。殺せ。クライブ！なぜ権限できない。頼む、せめて力を。
氷よ。まずい。ジル、さあやってやる。バカム闇よ。光よ。オーディ遅い。そこか。そこか。バハム光よ。終わりだ。
ジル。クライブ、コアを。これを使って。見てるか、シド。これが俺たちの第一歩だ。コアが、まさかクリスタルが。もうすぐ消滅するわ。なんだと。貴様、貴様、自分が何をしたのか分かっているのか。ええ、分かってる。だって私は汚れた血を持つ悪党なんだから。クリスタルを崇めるのはもう終わり。終わったな。なんとか。体の痛みはどうだ？少しだけ。無茶をするなと言っただろう。心配かけてごめんなさい。でもこうでもしないと私は胸を張ってあなたの隣にいることができないから。クライブ見て。なぜフェニックスゲートと同じものが。長くはない。脱出しよう。ええ。ジル、どんなことがあっても胸を張って生きていくんだよ。
ジョシュア様、こちらへ。違う。何かお薬を。親切にありがとう、お嬢さん。でも私は大丈夫だから、あなたの気持ちだけいただいておくよ。そうですか。ではお大事に。今一瞬わずかに兄さんを感じたよ。まさかアルテマの意志が兄さんに近づいたんだ。この5年動きがなかったというのに。封印が弱まっているのか。ジョシュア様、君の手が汚れてしまう。難民たち、彼らも行き先は同じだろうか。仕事と食事を求めてクリスタル自治領へ向かっているのでしょう。黒の一帯の広がりとともに難民は増える一方、さらにダルメキア軍が動いてからは交易も制限されています。しかしジョシュア様はなぜ自治領へ？リオン・ルサージュに会う。ではザンブレクの王子に謁見を？武勇誉れ高き清流騎士にしてオーディンと並び最強と謳われるバハムートのドミナント。子供の時に一度だけ会った。噂に聞こえる彼の人徳はあの頃から続けた努力の賜物だろう。ですが我々の話に耳を傾けてくださるのでしょうか？世界はゆっくりと混乱に満ちていっている。ザンブレクも例外じゃない。この混乱の陰に奴のアルテマの存在を感じるんだ。僕が思っているままの彼なら、ルサージュ教ならきっと何かに気づいているはず。マザークリスタルが失われ、約束された繁栄は揺らぎ、黄昏が世界を包む。クリスタルの加護の下で生きるのはかりそめであれ幸福だ。だがそれは自らを檻に閉じ込めるのと変わらない。一方で加護を離れて生きるのは苦難の道。でもそれは同時に僕たちが自由を手にするということ。人が生きていく上で必要なのは加護という名の呪縛か、混沌という名の自由か。僕にはまだ答えがわからないよ。ねえ兄さん。ジョシュア様、ダルメキアを迂回しましょう。多少遠回りになったとしても休みながら進むべきです。お体を大切になさいませんと、大義をなすためにも。分かった、そうする。行こう。
陸軍の奴らに未だ自治領に入ることすらできんとは何をやってるのか。ザンブレクの守りが想像以上に固く手こずっておるのだ。貴様ら海軍も少しは役に立ってみせろ。クリスタル自治領を我が物にしようとは忌々しいザンブレクめ。だがこの被害では撤退も考えねばなるまい。戦から遠のくほど判断もできなくなる。連中が手強いのは地の利を生かしているからだ。自治領の得意な構造をな。それに加えて奴らが蓄えている食料は数年分。持久戦でもこちらは分が悪い。さてご列席のおいら方、後先考えずに始めた戦の戦況には満足かね。軍は疲弊し補給すらままならんじゃないか。貴公が戦場に赴けば事態はそうそう片付くのでは。もし俺が出れば奴らもドミナントを出す。タイタンとバハムートによる召喚獣合戦だ。自治領解放の戦で島ごと沈めてもいいのなら望み通りにするが。そこまで言うなら相談役としての妙案を聞かせていただきたい。まさか侵攻後アナベラ。クプカ卿、これはどういうことか。無能どもめ、祭りごととは常にこうやって手を打っておくものだ。しかし評議員どもの面は滑稽だった。ここにあんたが来るとは思いもしなかっただろうなあ、アナベラさんよ。かくいう俺もあんたの姿を見るまで誘いに乗ってくれると思わなかったがね。クライブ・ロズフィールド。滞在人シドの正体がまさかあんたの息子だったとはな。さぞ驚いたのでは。さて一体何のことだか。罪人の知り合いなどおりません。産んだ覚えもない。私はただオリビエ皇太子殿下に付き従い、このくだらぬ戦を終わらせるために参ったまで。まあいい。あんたの承諾さえ得られるなら十分さ。シドは愛するベネディクタの仇、必ず血祭りにあげてやる。俺の手で確実に。そうすりゃあんたに残った汚点も消える。ようやく枕を高くして眠れるってわけだ。その代わりザンブレクの方の舵取りは任せたぜ。心外なる新皇后様。女一人のためによくやるものよ。ドミナントといえどやはり下船の血が流れていては哀れで
醜く愚かなこと。もうすぐですからね、オリビエ。私の可愛い坊や。もうすぐザンブレク公国はあなたのものに。正当なる第一皇位継承者としてあなたがザンブレク信仰の座につくの。そして全てが潰し合った先、新しい世界はあなたのものになるのです。ジルの具合は大丈夫だといいが。いい状態とは言えないわね。少しは自分をいたわりなさい。ありがとう。気をつける。石化が進んでる。気にかけてあげて。辛かったら言ってくれ。無理はするな。これくらい平気よ。君の負担を減らしたいのに。あなたは十分に戦ってる。それに応えたいの。みんなだって同じ思いよ。私だけじゃないわ。それとも私たちじゃ頼りにならないっていうこと？いや、そういうつもりじゃ。悪かったよ。クライブ！クライブ！こっちだ。どうしたの？ロザリアが襲われてる。何？ロザリアに進軍したのはドレイク・ファング守備隊の一部、フーゴ・クプカの私兵たちだ。城下町に乗り込んで派手に暴れてるらしい。目的はシドか？おそらくな。フーゴ・クプカに今のシドがお前だと知れたんだろう。まさかクライブをおびき寄せるために？どうやらシドは相当強い恨みを買ってるらしい。奴の誘いに乗ろう。本気で言ってるの？これまでのとはわけが違うのよ。ああ、フーゴがシドに固執する理由はわからない。だがこの状況下でも戦を仕掛けるくらいだ。奴の強行を止めない限りこの意味のない戦火が広がり続けてしまう。それに故郷を荒らされて冷静でいられるほど俺は人ができていない。フーゴ・クプカをここで撃つ。奴にはたくさんの仲間を殺された。これ以上好きにはさせねえ。いいぜ、やってやろうじゃねえか。私も行くわ。
あなたに無茶をさせないようにね。頼む。何にせよ、まずはオットーに今の状況を確認した方がいいな。ガブから話を聞いたか？ああ、これから奴を撃ちに行く。状況を教えてくれ。こっちじゃ整理が追いつかなくて、上がってきた報告は全てビビアンに回してやる。まさかザンブレクと戦をしている最中にダルメキアが仕掛けるとは思ってなかったからな。クライブ、頼むから無茶はするなよ。分かってる。やあ、来ると思ってたよ。早速講義を。ほう、これは私の講義史上最多の生徒数だ。ことがことだ。俺たちも話を聞いておこうと思ってな。すぐにでもロザリアへ向かう。現地はどうなってる？そうせくなよ、クライブ・ロズフィールド卿。君が家路に着くには目下の状況を整理する必要がある。違うかい？まずはフーゴ・クプカという男について。奴の正式な肩書きはダルメキア共和国評議会経済顧問。商業経済に重きを置くあの国において、この肩書きは金と権力双方を握る地位にあることを意味している。それに加え、召喚獣タイタンのドミナントとして国家防衛の切り札でもあるのだから、全ては奴の欲しいがままさ。フーゴはその権勢を振るい、国家の要衝ドレイクファングを掌握。その結果、ドレイクファング守備隊はあっという間に買収され、フーゴの忠実なる私兵になり果てたというわけだ。今回ロザリアに進軍したのはキャツラだろう。知っての通り、ロザリアは現在ザンブレク公国の属領だ。しかし宗主国ザンブレクといえばクリスタル自治領でダルメキア共和国と睨み合いの真っ最中。当然兵力は自治領に集めたい。そんな折、ドレイクブレスの消滅によって鉄王国は大陸進出の拠点を疾患。つまり西の憂いは解消され、海上防衛に注力する必要もなくなった。ザンブレクはすぐさま海軍も含めたロザリア駐屯軍の多くを自治領に回したよ。フーゴはこの機を逃さず、警備が手薄な回路からロザリアに兵を進めたのさ。奴の狙いはクライブ、君に間違いない。事実、フーゴの手勢は他に目もくれず、ロザリス城ただ一点を狙っているのだから。ポートイゾルデはどうなっているの？あの町はロザリスの対岸にあるわ。例の種火の守り手から知らせがあってね。今のところ被害は出ていない。現在は彼らも協力してロザリス城からの避難民を受け入れているようだ。さて、フーゴクプカを狙うならロザリス城に入らなければならない。だが城へと続くビュイット大橋の向こうでは残留する駐屯軍とフーゴの紙兵たちの戦いが続行中。その大橋からはもちろんのこと、奴らが抑えた海を渡るのも危険を伴う。この状況下、君たちならどう動く？そうだな。後輩のフェニックスゲート側から向かおう。大回りにはなるが、スティルウィンド湿地を抜ける道なら巻き込まれることもないはずだ。さすがに勝手知ったる故郷だな。クライブ、早速出発だ。おや？今回は君も同行するのか？ああ、仲間の敵討ちなんだ。今回ばかりは俺も行かせてもらうぜ。よし、行くぞ。おう。
城の方へ回れ。はは。フーゴたちの本体はもうロザリス城に入ってるみたいだ。ザンブレクの駐屯軍も抵抗してるが、あの様子じゃそう長くは持たねえな。それにしたってひでえありさまだぜ。町を一つ丸ごと壊す気だ。フーゴクプか。クライブ一人のためにここまでやるだなんて。まっすぐ城へ向かえ、城下の混乱にうまく紛れ込んで進むんだ。俺は逃げ遅れた住民がいないか辺りを探してみる。気をつけろ。そっちもな。二人とも熱くなるなよ。いざ目の当たりにすると、くそ。当然よ。ここには私たちの思い出があるもの。行きましょう。立ち止まってられないわ。兵士も市民も見境なしとは。ひどい。手当たり次第ね。くそ、ふざけやがって。クライブ、ここから行けるわ。ここにも現れたぞ。お前たちの好きにはさせん。頼む、助けてくれ。おい、お前ら。お客だ。皆殺しにしてくれるわ。ひるむな。戦え。突破するぞ。待てろ。
シールがいたぞ。貴様らに用はない。どけ。来たぞ。すぐに殺すなよ。さあ出番だ。クワールまで。やれ。ジル。分かってるわ。ジル。滞在人指導。いや、クライブ・ロズフィールド。ようやくお目にかかる。随分探したぜ。彼女を離せ。俺はお前に会いたい一心でこうやって宴を催したんだ。楽しんでいただけてるかな。貴様。先代のシドにはあいにく会えなかったからな。代わりにお前からゆっくり話を聞くとしよう。氷女、ジタバタするのよ。お前は大事な宴の出し物なんだから。さあ第2幕と行こうじゃないか。まずいことになっちまった。お前の出番だぞガブ。おいこっちさ。どの首を落とす。よし、奴を連れてこい。あの女見せしめにするんだってよ。怖い怖い。滞在人に関わるからだ。クプカ様がお呼びだ。お前の目の前で女を処刑するとさ。いい女だってのに。ガブ。クリスタルの風とはひでえことしやがる。
待ってろ、すぐに外してやるから。ジルは中庭だ。くそ。ジルを助ける。お前が捕まってる間にザンブレク兵どもは撤退。城内はフーゴの紙幣だらけだ。問題ない。俺はそこの通風口から裏に回る。お前も急げよ。おっと、落とし物だ。待ってろ、ジル。今行く。処刑などさせるか。ジル、無事でいてくれ。どうするつもりだ、クライブ。これじゃうかつに突っ込めねえぞ。なんだこいつどこから。ジル、立てるか。まさか何の余興もないまま宴の第二幕を終えようってのか。貴様。さて第三幕はどういう出し物かな。せいぜい楽しませてくれ。大丈夫か。ええ、なんとかね。耐えてくれ。ここを切り抜ける。やるぞ、トルガル。まとめて斬首。トルガル、こんな力があったなんて。話は後だ。二人ともやるぞ。片付いたか。これで終わるとは思えねえ。フーゴはロザリス城の中だ。クライブ、お前はこのまま奴を追え。クライブ、行って。ここは私たちで引き受ける。分かった。みんな気をつけろよ。フーゴ。ずいぶん遅かったじゃないか。無作法な接待を受けてな。それはそれは。しかし虚しいもんだな、クライブ・ロズフィールド。歴史に名高いあのロザリア公国が国を統べる王もなく兵もなく民もなく、今や何もない空っぽの国だ。もはや玉座さえも必要ない。
様はなぜ俺を狙う？目的は一体何だ？無論シドの首だ。だが知らせによれば奴はとっくの昔にくたばったそうじゃないか。ならばその代わりにシドの名を継ぐお前の首をもらうしかなかろう。あの野郎はベネディクトの首を落とし俺に送りつけてきた。彼女を慰み者にした罪を死をもって償ってもらうぞ。貴様は何か勘違いをしているようだ。シドは彼女を救おうとしていた。なぜそんな真似をする必要がある？ベネディクタを撃ったのは俺だ。恨むんなら俺を恨むんだな。お前が彼女を？彼女を殺したというのか？ああ、そうだ。こいつは何たる凶行だ。殺し損ねた仇をそいつを討ち取る機会がここに来て巡ってくるとは。そうか、お前だったか。お前がベネディクタを殺したのか。彼女はベネディクタは言った。俺を世界の王にすると。ベネディクタは俺の傍らに立ち、二人で理想郷を作るはずだったんだ。それなのにお前はその夢を台無しにしやがった。クライブ・ロズフィールド、宴はしまいだ。今からお前を俺がこの手でめちゃくちゃにぶち殺してやる。黙れ。貴様に殺された人々もそれぞれに夢を抱いていた。夢を踏みにじられたのが自分だけだと思っているのか。貴様に同情の余地はない。風獄不可、俺は許しはしない。死んで償え。シドもお前も。俺の邪魔をする者は全てぶっ壊してやる。貴様だけはその手でほぐる。
大地のあるところは俺の舞台だ。世界は俺を選ぶようだな。逃がさんぞ。ここは俺の舞台と言ったはずだ。そこか。砕けて
俺の手がしかし殺してやる殺してやる殺してやるいや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 ここでお前をぶっ殺してやる。やれやれ、頭を冷やしたらどうです？まだまたの機会にミュートス。片付いたか？ええ。どうなってる？なんだってウォールードのやつらが。しかしお前にこんな力があったとはな。とにかく助かったぜトルガル。ほんといつか喋りそうだ。ガブ、早くクライブを。ああ、分かってる。こいつらはクライブ、無事か？すまない。あと一歩のところでフーゴを取り逃がした。生きてりゃまた機会はあるさ。ウォールード兵はいつここに？お前が城に入ってすぐだ。奴の紙兵どもが引き始めると同時にこいつらが攻め込んできた。それも少人数でな。フーゴは何者かに連れ去られた。じゃあまさかウォールード兵はそのために？ああ、ダメだ。今考えても何も分かりゃしねえ。奴らがどこに向かったのかもさっぱりだ。これからどうする？一旦戻るとしよう。お前だってさすがに限界だろう。それにジルを休ませないと。フーゴの行方を探るのはそれからだ。賛成。それがいい。トルガルの力についても調べたいしな。ジル、疲れは？歩けるか？
かなり消耗してるわね。体を動かすのが辛いくらいでしょう。ドレイクブレスでの傷も癒えてないってのに。ジル、ちゃんと休んで。医者としてのお願いよ。分かったわ、タルヤ。彼女のことはタルヤに任せておこう。みんな戻ってこれたし、よしとしたいところだが、気がかりは風獄プカの行方か。ロザリス城に現れたウォールード兵のこともな。まったくわからないことだらけだ。これからオットーのところへ行って奴らの動向を探ってくる。俺は語り部と話してくるよ。ハルポクラテスに？トルガルのことを調べたくてな。なんともないような様子だったけど、あんな力を使った後だ。あいつの体に影響がないか心配だろ。語り部なら何か知ってるかもしれないと思ってさ。そうだな。ありがとう、ガウ。そっちは頼んだぜ。じゃあまた後で。ジル、少し休んでてくれ。ええ、ありがとう、クライブ。オットー、今いいか？ああ、クライブ。ジルの様子はどうだった？無理をしていたようだ。一度しっかり休ませた方がいいだろう。そうか。フーゴの行方は分かりそうか？今ビビアンに探ってもらってるが、あまりに手がかりが少ない。協力者や石の剣の連中にはストラスを飛ばしたから、何かつかめれば知らせが来るとは思うが、もう少し時間をくれ。すまない。引き続き頼む。いたいた。よう、クライブ。随分とご無沙汰だな。ミド、戻ってたのか？うん、さっきね。大学はどうした？おやすみ。カンベルの大学も大騒ぎなんだ。フーゴの野郎がローザリアを攻めた？反乱か？どうなってるって大変でさ。勉強どころじゃなくなっちまったの。わかったから落ち着く。今度はいつまでここに？そう、しばらくはいるつもり。そうだ、クライブ。ちょっとお願いがあるんだけど。悪いな。今少し立て込んで。付き合ってやるといい。フーゴの足取りを追うのにもうしばらくかかる。大先生、これまた久しぶりだね。また小難しいこと考えてんの？相変わらず場にそぐわん娘だ。新しい風をどうもありがとう。君のおかげで組み上げた思考の断片が吹き飛んだよ。褒められちゃったよ。ほら、大先生もああ言ってる。クライブ、後で倉庫まで来てくれ。おい、クラ。風というか、ありゃ嵐だろう。おっと、金をもらいに来たぜ。一体何のだ？ミド嬢ちゃんの渡し金さ。オットーからもらっとけって言われたもんでね。あの野郎。来てくれたな、クライブ。ミド、お願いとは？この下の倉庫を私の工房に改築したい。それを認めてほしいんだ。また急な話だな。以前から考えてたんだよ。父さんの影響で気候を覚えてから筋がいいってカンベルの大学にまで入れてもらった。私が気候学を勉強してるのは隠れ家での生活に役立てるためだけど、大学じゃできることも限られる。ここに工房があれば学んだことを活かせるだろう。みんなに少しでも
楽をさせてあげたいからな。一人娘の思いを知ればきっとシドも喜ぶ。いいだろう、後でオットーにも伝えておけよ。さすがクライブ、話がわかる。それじゃ早速手伝ってよ。俺がやるのか。他に誰がいるのさ。わかった。何をすればいい？私が工房の設計をしてる間にこれらを手配してくれ。まずは設備のための資材の調達。必要なものはその覚書に書いてある。次に工具一式を用意する。今渡した鉱物からこしらえてもらって。最後に腕のいい大工を連れてくる。隠れ家の大工なら大丈夫だ。やることは3つか。任せたよクライブ。さてどこから手をつければ。カローンとブラックソンあたりに話してみるか。ああ、クライブ。ミドがカンベルから戻ってるよ。もう会ったのかい？ついさっきな。隠れ家に工房を作りたいらしい。そのための資材の調達を頼まれた。これが覚書だ。揃えられそうか？たやすいもんだ。すぐにでも用意しよう。助かるよカロン。いいのさ。ここで生活できてるのもあの子のおかげなんだから。黒い水の浄化装置みたいにまたみんなのためになるものが生まれるといいね。そうだな。品が揃ったら直接ミドに届けておくよ。ありがとう。頼んだぞ。ブラックソン、話がある。ようなら手短にしろ。ミドから工具一式を用意するよう頼まれてな。これを預かってきた。どうだ、用意できそうか？こりゃまた数が多いな。しかも細かい注文ばっかりつきやがって。仕方ない、作ってやるか。完成したらミドのところに持っていこう。それは助かる。ありがとうブラックソン。あとは大工か。桟橋のバードルフに話してみよう。大将、何か用かい？ミドのやつが工房を作るのに腕のいい大工が必要らしい。バードルフ、協力してもらえないか？任せてくれと言いたいところだが、すまねえ。隠れ家の補修を始めちまったばかりなんだ。手を抜くとここに住めなくなっちまう。この作業が終わるまではどの大工も手が空きそうにない。そうか、参ったな。俺らの他っていうとマーサの宿のやつはどうだ？バーナードって腕利きがいたはずだぜ。ああ、バーナードか。確かに彼なら適任かもしれない。マーサに相談してみよう。ありがとうバードルフ。いいってことよ。クライブじゃないか。どうしたんだい？隠れ家で大工が足りなくてな。しばらくの間バーナードの手を借りたいんだが。ああ、構わないよ。困った時はお互い様だ。ありがとうマーサ。彼は今どこに？何でも用があるとかでクレシダって廃村に向かったところさ。直接行って声をかけるといい。分かった、そうしよう。おや、いつぞやの兄ちゃんか。妙なところで会ったもんだな。バーナード、あんたの手を借りたくてマーサに聞いてきたんだ。それはどういう要件だい？なるほど、工房ときたか。そいつは腕が鳴るってもんだ。マーサに話がついてるなら何の問題もねえ。ぜひ俺にやらせてほしい。ありがとうバーナード。そうだ、兄ちゃんのところへ行く前に俺からも一つ頼み事をしていいか？ああ、言ってくれ。
この先にあるクレシダって村は俺の故郷でな。今は誰も住んじゃいないが、親の墓があるんだ。久しぶりに墓参りしようと橋を修理したんだが、村の中が魔物の巣窟になっちまってた。兄ちゃんの腕前は知ってる。どうか奴らを片付けちゃくれないか。分かった、引き受けよう。恩に着るよ。頼んだぜ。魔物を一掃する。頼む、こっちだ。今ので最後か。おお、きれいさっぱり片付けてくれたか。感謝するよ兄ちゃん。おかげで墓参りができる。ここは廃村になって長いのか。賊領になったり、黒の一帯が迫ってきたり、こんな僻地じゃ生活が立ち行かなくなってな。もう何年も前にみんな出て行っちまった。思い出の中の故郷ってのはいつまでも綺麗なのに、ここも随分荒れたもんだよ。バーナード。さて今度は俺の番だ。墓参りを済ませたら兄ちゃんのところへ向かうよ。じゃあまた後でな。これで頼まれたことは終わったな。隠れ家に戻ってミドに伝えてやろう。おかえり。そっちの様子はどう？頼まれてたものは全て手配してきたぞ。マーサの宿から腕利きの大工も来てくれる。さすがクライブ、仕事ができる。お前の方はどうなんだ？さっきカロンばあちゃんとブラックソーンじいちゃんが資材と工具一式を届けてくれて運び込んだところ、工房の設計も済んだし、あとは大工を待つだけだ。楽しみだな。こっちは一段落したな。ジルの様子を見に行ってみるか。あら、クライブ。ジルの具合はどうだ？よくはないわ。当面の間休ませるべきね。そうか。タルヤ、彼女のことを頼む。ええ、任せておいて。そうそう、ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。ガブが？そういえばトルガルのことを聞きにハルポクラテスのところへ行くと言ってたな。分かった、行ってみよう。おう、クライブ。トルガルのことで聞きたいことがあったんだ。こいつはどうやってお前のところに？俺が子供の頃、父上が北部遠征に出向いてな。その時生まれたばかりのトルガルを拾ってきた。付近に群れはいなかったと言っていたから、親とははぐれてしまったんだろう。だとよ。どう思う、語り部？間違いない。トルガルはバリスゼアの北部に生息する兵狼という希少種だ。古文献によれば、兵狼は氷の女王に付き添う獣であり、高い身体能力を持ち、魔法すら操るとされている。フェンリルという呼び名もあるようだな。兵狼フェンリルか。確信はないが、氷の女王とは召喚獣シバを指していると思われる。シバのドミナントは北部人にしか生まれん。兵狼が住むのも同じ北部。何らかの関係があってもおかしくはない。ならトルガルの力はジルの影響で？どういうことだ？氷の女王に付き添う。つまり
千葉のドミナントであるジルと長らく行動を共にするうちに兵糧としての力に目覚めた。そして彼女の危機をきっかけに覚醒したとしたら、確かにあの力を使ったのはジルを助けようとした時だったな。今の話なら合点がいく。それはおそらく兵糧本来の力、トルガルが真の能力を得たということだろう。トルガル、すげえじゃねえか。全く驚きだよ。いずれにしても体の方は心配あるまい。さっきもここに来るなりわしの木の実をガツガツ食っておったくらいだよ。ここにいたのか、クライブ。マーサの宿からバーナードが来てくれたぞ。いよいよ着工だ。ほら、クライブも立ち会ってくれ。わかった、すぐに行くよ。できたぞ。ミドの工房の完成だ。よかったな、ミド。クライブやみんなが協力してくれたおかげだよ。ここでは隠れ家の生活に役立つものを作るだけじゃなくて、いろんな研究もするつもり。いい成果が上がればクライブにも教えるから、楽しみに待っててくれよな。ああ、期待しているよ。そろそろフーゴの行方の見当がついただろうか。ビビアンに聞いてみよう。ビビアン、進捗はどうだ？芳しくない。フーゴの行方についていくつかの知らせは届いているが、いずれも決定打に欠ける。ロザリス付近での目撃でもあればよいが。そうか、もうしばらくかかりそうだな。お前の考えがまとまるまで待たせてもらおう。ここで待つのか？いけないか？君、世が世なら冷酷無慈悲な暴君になってそうだな。安心しろ。俺が君主になることだけはなかったはずさ。それは長情だね。クライブ、ちょっと来てくれ。ちっとばかり厄介な客だ。客だって？世話になったな。旦那ならいつでもどうぞ。バイロンおじさん。おお、クライブ、お前のおじさんがはるばる会いに来てやったぞ。ダルメキアから停戦の申し出があった。いかにすべきか。非を認めたというのであれば、こちらは断る理由はあるまい。ええ、この島もまだまだ物資が足りていない。ダルメキアからは相応の賠償をいただきましょう。さよう、金はいくらあっても困らん。まずは懐で誠意を示してもらおうではないか。無論かような話ができるのもダルメキアを手玉に取ったオリビエ様の功績。まったくですな。
そのお若さで風獄プカと相対し、それだけでなくまさかこれを懐柔なさるとは誠に感服いたします。聡明なるオリビエ様にクリスタルの加護を。大いなるクリスタルの加護。加護を。さて、残る問題はダルメキアの軍勢をいつ引かせるかということですが。ディオンが全て焼き払えばよいのだ。どのみち条約締結まで奴らが動くことはない。それまで停戦をちらつかせ、金品を持参させておけばよかろう。受け取ればそこで終わり。後の面倒を見る必要もあるまい。ゲイか、ディオン殿下がご出陣なされば、敵も風獄プカを出してまいりましょう。もしそうなれば、当然のことながら、我々も甚大な被害を。風獄プカは出てこんよ。彼は遠方で戦ごと、急ぎ戻ったところで到底間に合わん。バハムートとタイタンの勝負をこの目で見られんのはいささか残念だがね。民はいかがなさるのです、ゲイカ。万一戦火が広がろうものなら、居住区への被害は甚大に。多少の損害など捨ておけ。人が死ぬというなら、また埋めばよい。建屋が燃えるなら、また建てればよい。簡単なことではないか。ディオン。はい、ここに。支度せよ。ですか。同じことを言わせる気か。直ちに陣へ戻るがよい。承知いたしました、ゲイカ。命とあらば直ちに。父上は何をお考えか。して星読みたちは何と。星々の動きに変わりなく、ディオン殿下に裏切りの強調ありと。アナベラが正しいようだ。そうか、ディオンめ。どうしておじさんがここに。とにかく桟橋へ降りよう。久しいな、クライブ。出迎えご苦労。驚きましたよ、おじさん。ウェイドからこの場所を聞いてな、用事のついでに立ち寄った。
何でも種火の守り手の者が戦火のロザリスでお前を見かけたらしい。だったら詳しい事情を知るのに直接話した方が良いと思ったのだ。確かおじさんはポートイゾルデでロザリス城からの避難民を受け入れていたのですよね。ああ、そうだが。少し伺いたいことがあります。作戦室にいらしていただけますか？よかろう。そうだ、おい君、そこの箱に2000万ギルほど持ってきた。活動資金の足しにしてくれ。2000万！わしが知っているのはそんなとこだ。なるほど。ポートイゾルデ沖に船団か。しかしまさかフーゴ・クプカとやり合っておったとはな。奴の行方を探るのにわしの見聞が役に立てばよいが。どうだビビアン。ああ、協力者から寄せられたウォールード兵の報告にロゼフィールド卿の話を合わせれば流れが見えてくる。地図を使って改めて説明しよう。フーゴ・クプカは手勢を引き連れカイロからロザリアへと入った。ならばウォールードの連中はどうだろうか。ウォールード王国があらゆる戦場に顔を出せる最大の要因はその海軍力にある。黒き大型艦船アインヘリアルを旗艦とする艦隊は有名とどろく騎馬兵団と並んでかの国の二枚看板だ。灰の大陸に本拠を置く奴らが他国に入るには必ず海を渡らねばならない。素直に考えればウォールードもまた海路でロザリスに入ったとすべきだろう。ここで問題だ。負傷したフーゴをかくまい養生させるのに最適な場所はどこか。治癒魔法に用いるエーテルが豊富にあり奴が休める居城もある場所。そう、ドレイクファングに他ならない。ではカイロより現れたウォールード軍がフーゴ・クプカを連れ去ったと仮定しよう。ロズフィールド卿の話によればポートイゾルデ沖でフーゴの手勢とおぼしき船団が目撃されていた。だがドレイクファングの麓に入るには大陸南端を迂回する必要があり波は高く時間もかかる。果たして重傷を負ったフーゴに命の危険もある長い船旅を強いるだろうか。そこに来てウォールードの並走をした者たちが砂漠方面に向かっているとの報告が上がってきた。陸路を選択したとするなら砂漠を横切ることで海路に比べてかなりの日数を短縮できる。つまり船ではなくそのウォールード兵こそがフーゴ・クプカ逃走の本命だ。これが私の考えさ。なるほど、砂漠を渡ったか。確かにポートイゾルデで見た船団には違和感があった。どこか緊張感が薄いというか士気が低いというか。ビビアン城はあれが陽動だというのだな。しかり。ご敬願です、ロズフィールド卿。クライブ、ベルクロイ砂漠からドレイクファングへ向かえ。かなり時間は経ったが足取りをつかめるはずだ。ならわしも途中まで同行しよう。ちょうどダルメキア方面に用事があったところでな。わかりました。俺は支度を兼ねて仲間に行き先を伝えてきます。この辺りで待っていてください。おお殿、はよ来てくれよ。ミドの工房作り、指導も手伝う。おっと、フーゴの行方に見当がついた。これからドレイクファングへ向かう。まさか
一人で行くってのか？今回の目的はフーゴを撃つことだ。マザークリスタルの破壊じゃない。危なくなればすぐにでも逃げ出すさ。ドレイクファング周辺はフーゴの息がかかってる。もし何かあったら砂漠の耳ルジェナ・ダリミルってやつを探してみろ。それはシドと個人的に繋がってた協力者だ。ダリミル宿場に住んでること以外は俺も素性を知らない。あいつが死んでやりとりも途絶えちまったが、事情を話せば協力を仰げるかもしれん。心に留めておこう。そういや、ロズフィールド卿はどうすれば？艦隊しようにもうちの隠れ家じゃな。ああ、おじさんは俺と一緒にここを立つ。気にしないでいい。だったらいいけどよ。二人とも留守を頼んだぞ。気をつけてな、クライブ。こちらの支度はできました。おじさん、行きましょう。うん。善は急げだ。出発しよう。この道を通るのも久しぶりだな。しばらく行った先に宿場町がある。まずはそこを目指すとしよう。わかりました、おじさん。あの遺跡の先にダリミル宿場があるんだ。砂漠は迷いやすいからな。あれを目印にするといい。ずいぶん前に幼いお前を連れてこの道を通ったことがある。確か兄上とドレイクファングの視察に行った時だ。父上と一緒に？さすがに覚えとらんか。ジョシュアが生まれる直前だったからな。お前は弟に会いたいばかりに帰り道は随分気もそぞろで、一人急いだ挙句に馬から落っこちよってな。泣き叫ぶクライブを見てあたふたする兄上はそりゃ見ものだったよ。近頃ダリミルで見る。見えてきたぞ。あれがダリミル宿場だ。やれやれ、暑さで喉がカラカラだわい。少し涼んでいくとしよう。あのバグ、ウォールド軍のものです。間違いありません。確かに軍用のチョコボだ。兵士どもは旅籠で一休みといったところか。軽く探ってみよう。お前がいると目立つな、トルガル。少し待ってておくれ。
っしゃい。食事？俺の相棒が腹が減ったとうるさくてね。おすすめは何だい？そうね、軽いものでよければチョコボ肉とひよこ豆のスープは評判だよ。じゃあそれとエールを。どうも。おい姉ちゃん。はいはい。お前の相棒。従者よりはマシでしょ。ジョシュア様、やはりこのまま旅をお続けになるのは危険です。一度どこかで体調を整えられた方が良いのでは。いや、このまま向かう。ルサージュ教が前線に出ている今が好機なんだ。これを逃せば難しくなる。何としても彼と話をしたいからね。分かってくれるかい？ええ、ではせめて薬をお飲みになってください。水をもらってきましょう。こんな砂漠まで警備せにゃならんとは。お客さんは無事にドレイクファングに着いたんだ。それでいいじゃねえか。しかし騎士長殿はなんでここまで奴に肩入れするかね。いくらドミナントとはいえあんな間抜けな奴によ。風獄プカのことだぞ。こいつを食べたら先を急ごう。おい、そこの。おじさん。ああ、すまん。立てますか、ジョシュア様。どうした？面倒なことが起きそうです。あんたら旅の人かい？実は俺たちもなんだよ。どうもこの辺りに不慣れでね。ちょっと案内してくれないか？すまない。この後カンベルに向かう予定なんだ。なーに、そんなに時間は取らせないから安心しな。なあ。やれやれ、こっちも急いでるんだが。おじ
じさんは影に。分かった。たまれ！シド。騒がせたな。ところでお嬢さん、あのスープだがな、血と塩が足りんぞ。はあ。今のうちに。ジョシュア様。構うな。クライブ。一体どうした？いえ、何も。行きましょう。ジョシュア。ともあれ、これでわしらの目的地がはっきりしたというわけだ。ええ。フーゴ・クプカはドレイク・ファングにいる。おじさん、すぐに向かうとしましょう。奴ら主人の緊急事態に当然の対応とはいえ、こいつは参った。あの南門を越えねばドレイクファングにはたどり着けんぞ。なんとかしなければ。わしらもこれ以上は目立つわけにはいかんしな。砂漠の耳ルジェナ・ダリミル、その御人から力を借りましょう。お前が聞いたという素性の知れぬ協力者か。だがどうする？名前以外は分からんのだろう。探すしかありませんね。これまで会ってきた先代指導の協力者は皆その町の実力者でめぼしい家業を持っていました。ルジェナ・ダリミルも同様かもしれません。となるとこの町で顔の利く商売人を探すのは早そうだ。この辺りから聞き込みをしてみましょう。何か用かい、旅人さん。わしから話そう。
わしは貿易商でな。この町で新たな取引を始めたい。ここで顔の利く商売人とよしみを結びたいのだが、どこへ行けば会えるかね。そうだな。ダルミルは浴場と交易、それから火事が有名だ。その大棚の主人なら相応に顔が利くだろうさ。なるほど、行ってみよう。ちなみにルジェナ・ダリミルという御人をご存知か。いや、聞いたことないね。そうか、ありがとう。なんだい、忙しいんだが。時間は取らせない。人を探している。ルジェナ・ダリミルと呼ばれる人物を知らないか？誰だいそりゃ。聞いたこともないね。そうか。ならこの町で一番羽振りのいい店を教えてくれ。取引がしたいんだ。となると茨の接吻って鍛冶屋だな。あそこは職人の腕がいい。店主もまだ若いのになかなかのやり手だよ。茨の接吻だな。覚えておこう。町の実力者となればそれなりの年だろう。若い店主というのは違うかもしれんな。よし、それなら古参の商人で探ってみるとしよう。なんだね。ルジェナ・ダリミルという人物を知らないか。この町に長く根を下ろした古参の商人だと思うのだが。だったらフェルダに聞いてみな。あいつはこの町に長く住んでる。古い商人たちをよく知ってるだろうさ。多分浴場のあたりにいるよ。ありがとう。訪ねてみよう。クライブ、うまくいったな。ええ。ではフェルダという人に話を聞いてみましょう。あんたがフェルダか。少し話を聞きたい。旅人さんが俺に何の用だ？この町に長く住んでいるらしいな。ルジェナ・ダリミルを知らないか？古参の商人だと思うんだが。砂漠の耳を何のために探してる？恩人の地でね。協力を仰ぎたいと思っている。いいだろう。召喚に行きな。引き合わせてやるよ。今度はうまくいきすぎだ。少し警戒した方が。貴様らだな。こそこそと嗅ぎ回ってるのは。何のことだ？とぼけるな。構わねえ。やっちまえ。誰の指示で俺たちを襲った？俺たちの頭だよ。あんたを試せって。さすがにお前たちでは歯が立たんか。先生、お前は先ほどの戦いぶりを確かめさせてもらった。シド、大した腕前だ。俺のことを。それでどうするつもりだ？役人にでも突き出すか？いや、それは俺が判断することじゃない。俺たちの仕事はここまでだ。おい、ルジェナ・ダリミルにルボルに合わせてやれ。わかりました。余暇の広場まで来てくれ。行きましょう、おじさん。この店はルボルが営んでる茨の接吻だ。確か若い天使という話だったが、すまんクライブ、わしの勝手な思い込みだ。ルジェナ・ダリミルはいい年とばかり。いえ、そう勘違いしても仕方ありません。シドとやり取りしていたのも何年も前ですから。ただ
ルボルという人物が何歳であろうと、それなりの態度で臨むだけです。失礼のないようにな。ルボル、シドたちを連れてきたぜ。この町の協力者を探してんだってな。二代目シドさん。詮索はなしだ。門を越えるのに手を借りたい。あんた、商いで一番大事なものを知ってるかい？信用さ。これがなきゃ話にならん。パン屋のデッチでも知ってるよ。つまり俺はあんたを信用できない。だからあんたに協力もしない。当然だ。得体の知れない奴のためにわざわざ俺は危ない橋は渡らねえ。お人よしじゃないんだ。わかる？他の方法を探した方が早い。言っとくけど、万兵どもはみんな気が立ってるぜ。酒場でよその兵士と一悶着を起こすようなおっかない奴らをあいつらがすんなり通すかな。こいつならどうすれば俺を信用する？愚直な奴は商いに向いてるって言うけど、あんたはどうだろう？はっ、信用の次に大事なのは奉仕の心だ。さて二代目、俺の信用が欲しいならちょっくら働いてもらおう。やるか？分かった。いいだろう。こんな小僧の言葉を真に受けるのか？何か意図があるのでしょう。シドの協力者ならそう仕向けてきてもおかしくない。彼が本当にルジェナ・ダリミルだったらの話ですが。言うじゃないか二代目。ガキだからって相手を侮らないのは褒めてやるよ。それじゃ早速働いてもらおうか。今この町が抱える厄介事を解決しろ。これが俺からの仕事内容だ。無事に片付ければ何でも力になってやる。おい、いくらなんでも大雑把すぎるだろう。手がかりが欲しいなら媚びくらい売ったらどうだい、じいさん。なんだと？そうだな、一つだけ教えてやろう。クリスタル。俺に言えるのはここまでだ。頼んだぜお二人さん。生意気な小僧め。見とれ、意地でも解決してくれる。よし、クライブ。二手に分かれて探るぞ。ええ、わかりました。ひとまずクリスタルについて聞き込みだな。なに？あなたもフーゴ様の兵隊さん？いや、違うか。だったら予想当たって。私、あの人たちしかお客に取らないの。何か取り決めでもあるのか？そんなの気前がいいからに決まってるじゃない。特に最近は金回りが良くて派手に遊んでくれるし、あんな太客逃がすバカいないわよ。ほら、もうあっち行って。少しいいか？なんだい？この町には初めて来たが、よそと違って景気がいいな。何か理由でも？ああ、ここはドレイクファングの最寄りの町でね。マザークリスタルの警備やクリスタルの出荷で軍の人たちも出入りしてて、よく金を落としてくれるんだ。特にフーゴ様のところの兵隊は太っ腹で助かってるよ。
そうだったのか。ありがとう。忙しいところ邪魔をしたな。クリスタルについて聞きたいことがあるんだが。あんたも聞いたのか？何をだ？横流しの話さ。近頃急に配給が減っちまっただろ。あれはクリスタルが横流しされてるせいじゃないかって噂になってるんだよ。ただ調べようにも流れが追えないらしくてな。一体誰がどこへ流してるんだか。さて、聞き込みはこんなところだ。一度おじさんと話したいがどこに行ったかな。さっきの酒場に戻ってみるか。酒場は閉じてんのかよ。あんた、うちで暴れてった客じゃない。今度は何の用？これ以上の面倒はやめてよね。連れを探してるだけだ。見かけなかったか？ああ、あのお金持ちのおじさんならさっきそこの階段上がっていったけど。そうか、ありがとう。あれは手付金だが、これでどうかね。おい、そりゃ黒真珠じゃないか。この程度で驚かんでくれ。わしと取引するならそちらの言い値を出そう。わかった。旦那を歓迎しよう。取引場所は。おじさんは何を？おじさん、今のは？ああ、まいた餌に獲物がかかった。お前と別れた後、そこらの商人に片っ端からクリスタルを売ってくれと持ちかけてな。当然クリスタルの売買は禁止されておる。ドイツにも当たり前に断られたが、それを見ていた今の兵士が声をかけてきたのだ。金さえ払えば純度の高いクリスタルを用立ててくれるらしい。それで黒真珠を？なんだ、見ておったか。たかが50万ギル、賄賂にしては安いものよ。おかげでたちまち取引に招待されたわ。してお前の方は何かつかめたか？近頃クリスタルの配給が減り、その裏には横流しの噂があるようです。一方でフーゴの紙幣たちの金回りが良くなったという話も。おじさんに取引を持ちかけた兵士を見るに、奴らが横流しで利益を得ているのかもしれません。どうやら当たりを引いたようだな。おじさん、取引場所へ向かいましょう。ルボルが言っていたのはおそらくこの件だ。おお殿、任せておけクライブ。待っておれ小僧め。ロザリアン7家族を舐めたこと後悔させてやるぞ。取引場所は南ベルクロイ砂漠の一角、人目につかないところだ。都合が悪ければ相手を始末できるか？クライブ、腹ごとになったら加勢を頼むぞ。もちろんです。それじゃ行ってくる。よく来てくれた、旦那。早速だが、手持ちはいかほどで？金貨と宝石がいくらか。必要なら中を改めろ。こりゃ500万ギルはくだらないぞ。いいねを出すと言っただろ。さっさとクリスタルを見せてもらえんかね。こっちにたんまりと用意してある。
確かに純度の高いクリスタルだな。しかしクリスタルの売買は足がつくと厄介だ。そのあたりの保証はあるのかね？ああ、それは問題ない。これはもうダルメキアのクリスタルじゃないからな。あちらさんのものだ。売りさばくのは我々だ、御人。心配せずとも足はつかん。クリスタルは責任を持って指定された港まで輸送しよう。あなたはただ金を払うだけでいい。なるほど。ウォールド王国とは。もともとドレイクファングで取れたクリスタルの一部は同盟国であるウォールードに輸出されてる。俺たちはそいつをちょいとばかり多くしただけ。たまたまここで取引が行われただけで他国のクリスタルのことまでは調べようがないってわけさ。そういうことらしい。聞いておったか？はい、全てつつがなく。何の真似だ旦那！クソ、下手を打ったか。こいつらただの客じゃないぞ。おい、さっさと奴らを殺せ。片付いたか。こやつらしっかりと騙されておったな。わしの悪党ぶりも板についたということか。お尋ね者のくせによくも躊躇なく兵士を叩きのめせるもんだ。まあこんな場所なら騒ぎにもならないか。お前いつから見ていた？じいさんの名演技あたりからね。しかし金に物を言わせて奴らの懐に飛び込むだなんて下々の者には思いもつかない方法だよ。ダリミル宿場で配給されるはずのクリスタルがフーゴの紙幣どもからウォールードに横流しされていた。これがこの町の厄介事だったんだな。その通り。さすがに他国の兵士が相手となると一介の民草には手が出せなくてさ。だけどこれで町のみんなのクリスタルが戻ってくる。一旦町へ帰ろう。このクリスタルを運び出す段取りをつけねえと。そういや、まだあんたの名前を聞いてなかったな。クライブだ。クライブ。それが二代目シドの中。覚えておく。よし、仕事は片付いた。約束通り南門に手を回したぜ。とはいえ万兵どもはあんたらが暴いた身内の不祥事の後始末に向かっちまったからさ。残った連中が面倒を起こさないように甘い汁を吸わせておいたよ。ならその費用にはわしの金を当てておけ。取引場所で奴らに渡した金を帰り際にちょろまかしておっただろう。ありゃバレてたのか。あとじいさんではなくバイロン様と呼べ。感謝するよじいさん。こいつこれを受け取ってほしい。そいつがあれば俺の仲間もあんたに手を貸す。ありがとうルボル。さてうちのストラスで隠れ家に連絡してくれ。砂漠の耳ルジェナ・ダリミルがシドへの協力を再開したってね。オミア・ラステラントゥイサゲリス。これからもよろしくなシド、いやクライブ。俺はあんたを気に入った。こう呼ぶ方がしっくりくる。
そろそろ南門を越えられるようになってるはずだ。世話になった。いいってことさ。気をつけてな。行きましょうか、おじさん。よかった、間に合った。ルボル、どうした？どうにも気になっちまって。クライブ、これからどこへ向かう？ドレイク・ファングだ。居城にいるはずのフーゴ・クプカを撃つ。ああ、やっぱり。だったら伝えておきたいことがある。ドレイク・ファングには最近ウォールード軍が入り浸っているようだ。ダルメキアとウォールードは同盟国だし、宿場で奴らを見かける分にはいいさ。だけど国の要のマザークリスタルに他国の軍隊を入れてるのは普通じゃない。確かに妙だな。それにドレイク・ファングの様子を見に行った仲間が数日前から帰ってきてね。あそこで何かまずいことが起きてるんだよ。分かった、気をつけよう。もし行くなら人目につかない鉱山側に回り込め、資材置き場から潜り込めるはずだ。クライブ、俺は二度も指導を失いたくはねえぞ。ああ、そう簡単にやられはしない。フーゴを撃ってみせるさ。くれぐれも気をつけろよ。この石灰棚を抜ければドレイク・ファングだ。気をつけて進むとしよう。見ろクライブ、あれがドレイク・ファングだ。あそこにフーゴの居城が。平時とは警備も異なるに違いない。なんせこの状況だ。奴を探すとなるとかなり骨だぞ。十分に気をつけろ。ええ、分かっています。クライブ、わしはお前に謝らねばならん。フェニックスゲートの大事の後、わしは危機に瀕したロザリアから逃げ出した。命惜しさに金を積み、我が身可愛さゆえにアナベラへこぎへつらった。国を守れなかった臆病な王子をどうか許してくれ。すまなかった。おじさん、どうか。クライブ、お前の手で兄上の愛した国を、ロザリアを取り戻す気はないか。その勇気を持つことさえわしはできなかった。だがお前は違う。クライブ、お前なら。おじさん、気持ちには応えられません。俺にはやるべきことがあるんです。人が人として生きられる場所を作るための戦いが。そう、かつてのロザリアは人とベアラーの隔たりが薄かった。だけど当たり前に思っていたあの風景は、父上が少しずつ築き上げてきたものでした。父上が理想に掲げていたのは、きっと俺が目指しているものと同じなんです。俺はその思いをロザリアだけでなく世界に広めたい。それがあまたの人が咎める大罪になるのだとしても、
自分の道だと信じているのです。生意気を言うようになったもんだ。ありがとう、クライブ。わしは誇りに思う。お前という老いを持ったことを。わしはこれから知人を訪ねる。自由都市カンベルの商人仲間でな。きっとお前たちの助けになることだろう。わしだってお前の一味、悪党らしく貪欲にやってやろうじゃないか。ここで別れた。どうかお気をつけて。お前もな、クライブ。思い出話が残っとる。次に会った時はたんと聞かせてやるから、せいぜい覚悟しておくんだな。おいを頼んだぞ、トルガル。たどり着いたぞ、フーゴ。なんだこれは。よくも俺をこんな体に。目障りだ、どけ。クライブロズフィールド、必ずぶっ殺す。俺がこの手でぶっ殺してやる。落ち着きなさい。そのテーブルが何をしたというのです。あいつは愚弄したんだぞ、俺を。お前が邪魔をしなければ殺せたのに。戦いを続けていたら彼に勝てたとでも。召喚獣に権限もできた。その前にあなたの首が落ちたでしょうね。黙れ。あなたの力が及ばなかった。彼より弱かった。それだけのこと。違いますか、クプカ卿。ハルバルズ。いい加減にこの事実を認めたらどうです。くそー。そう簡単に彼の首を諦められはしませんか。一つだけありますよ、彼に勝つ手段が。なんだ、どうすればいい。教えろ、教えてくれ。頼む、お願いだ。あれです。マザークリスタルのコアには知っての通り、莫大な量のエーテルが蓄えられている。それを取り込めばよいのです。無論そのようなことはただの人になせる技ではありません。あなたがドミナントだからこそ言うのです、フーゴ。かつてクライブ・ロズフィールドに敗れ召喚獣の力を奪われてもなお勇敢に権限して最後まで戦った者がいました。そう、ベネディクタ・ハーマン。彼女はこの方法で力を得たのですよ。人知を超える力をね。彼女が。ベネディクタ、
俺のベネディクトがそうか、ベネディクトがさあ、お行きなさい。あの光のもとへ。ミュートスが。御意にそういたします。ようやくここまでたどり着きましたか、ミュートス。大陸からどうやって。オーク族はこの風の大陸に生息してないはず。なぜここに。見つかったか。やるぞマガ。ドレイクファイブの守備隊はどうやら全滅か。坑道の中にこんな建物がどこに続いている。行くぞ。あの城が。行くぞトルガル。これがフーゴの居城か。まさかマザークリスタルのど真ん中に自分の城を建てるとは。少し試させてもらうよ。一体どこから。
なるほど、これがミュトスの力。ここもやられてる。こいつらか。くそ、一体何者なんだ。どうして俺の前に現れる。オーク族といい、さっきの魔物といい、何が起きている。ここはおそらくフーゴの。だが奴はどこへ。コアか。間違いない。神殿に奴の気配を感じる。行くぞトルガル。来やがったか。片付いたようだな。ベネディクタ、俺のすべて。お前もそこにいるのか。フーゴ。ああ、ベネディクタ、俺も今からそこに。一体何を。貴様、そこから離れろ。ベネディクタ。
ぞ。もらった。
貴様はアルテバ、何のつもりだ。人の生み出したる自がありしといえども、力を求めるは鈍色の差があればこそ。力を食らって汝はここまで成熟した。間もなく完璧なる我が器となろう。貴様は何を言ってる。それが汝の天命だ、ミュータス。我を受け入れ、この断りから逃れることはできぬ。そう決して。黙れ。今のは死ね。やはり人の自我はそれ一つで存立していないということか。かような思念が絡みつき、その自我を嫌悪としている。汝の自我を消せば器の本分を取り戻せるかと思ったが、まとわりつく全ての思念を断ち切り、放末に変えねばならぬようだ。創世が始まる時を待ちながら一策講じるとしよう。汝のためにな。ジョシュはどこに。ドミナントとはいえ大量のエーテルを取り込めるはずがない。ましてやその力を強めることなどあるわけがなかろうに。もう少し狡猾な男かと思っていたが、タイタンも噂ほどではなかったということか。それほどまでに。バルナバス様、ミュトスの力が勝っていた。この5年フーゴクプカは復讐のために生きてきた。その歳月が一周されたのがザレ言にすがりましゅう。人は自らを頼みに変わることなどできぬ。神の力に頼るのも道理。しかしあの男、愛する女の首一つで身を滅ぼすとは。人とは実に哀れなものです。マザークリスタルの消えゆく様はかくも美しいものか。お薬はいかがです？兵隊さん、お薬はいかがですか？しつこい娘だな。帰れと言っているだろう。
御身をおいたわりください、殿下。ダルメキア軍を牽制するならどうか清流騎士団にご命令を。バハムートのご意向をお借りするまでもございません。このままでは殿下のお体が。すでにダルメキアとは停戦に合意したというのに、ゲーカは奴らを焼けという。その意図がわからぬうちは、こうやって時を稼いで真意を探るほかあるまい。それにバハムートはザンブレクの象徴だ。その翼を見せるだけで民も安心してくれよ。すまない、テランス。そなたに従者の真似などすまない。ディオン様のためならどんなことだって。もしもダルメキア軍が不満を募らせ停戦協定を破棄し再侵攻すれば、北部に陣取る我が軍は迎撃のために南下すると、南部から侵攻してくる奴らとは当然ここでまみえることになる。守備もままならぬ自治領島内での海戦だ。民への被害は免れない。それだけは何としても避ければ。それでも不幸中の幸いでした。タイタンと戦わずに済んだのです。ゲーカはなぜこのような決断を。失礼いたします、殿下。何事か。オリビエが侵攻に即位だと。一体どういうことだ。父上は何と、ゲーカは何と言っておられる。申し上げます。殿下におかれましてはこの場にて待機せよと。テランス、何なりと。新皇宮へ行くぞ。承知しました。今度は何だ。手荒な真似をしてすまないね。貴様は。よせ。テランスそのものはフェニックスのドミナントだ。近寄るな、焼かれるぞ。取り込み中だったかな。いや、気にすることはない。珍しい来客にいささか驚いただけだ。何年ぶりかな。記念式典以来だから、20年。死んだと聞いていたが、そこにいるのは亡霊か。似たようなものかもしれない。でもこうして生きている。かろうじてね。
さてリオン・ルサージュ卿、あなたに話がある。オットーに報告しておくか。クライブ、よく帰ってきた。フーゴ・クプカを撃ったよ。もう奴はいない。そうか。ありがとう、クライブ。これで前の隠れ家で死んだ連中も浮かばれる。ダリミル宿場のルボルってやつがドレイク・ファングが消えたとストラスを飛ばしてきた。もしかしてマザークリスタルの破壊もお前が？ああ、いろいろあったが。本当かよ。一人でやっちまうなんて。おかえりなさい、クライブ。ただいま。体の具合は？もう大丈夫。だから次は一緒に行かせて。待ってるだけって気が気じゃないから。分かってる。そうだ、オットー。あれからウォールードについて報告は上がってきてないか？なんだ、世話しないな。これと言ってなかったはずだが、ビビアンにでも聞いてみたらどうだ？うん、彼女と話してこよう。やあ、おかえり。無事に目的を果たしたか？お前のおかげさ。帰って早々ここに来たということは君も気づいたのだな。ウォールード王国の不穏な動きに。ああ。フーゴを撃つことはできたが、奴とウォールードとの関係はわからないままだ。ドレイク・ファングはオーク族に荒らされていた。あの蛮族は灰の大陸にしかいない。ウォールード軍が自国から船で運んだと見て間違いないだろう。他国のマザークリスタルを蹂躙し、一方で同盟を裏切った様子があるわけでもない。あの国はどうなってる？クライブ、対象を見つめすぎると全体像を見失うぞ。あいにく今は君に教えるほどのことはないが、良い機会だ。今一度あの国のことをおさらいしてみようじゃないか。灰の大陸の覇者ウォールード王国、召喚獣オーディンのドミナントバルナバス王の下で戦によって生まれた国だ。そして849年カンベル独立運動、865年大陸戦争、873年ベレヌス戦役、そういった数々の戦火の中に身を置き続けてきた国でもある。しかしここしばらくは不気味なほど沈黙を守っていてね。クリスタル自治領をめぐる戦にしてもそうさ。同盟国のダルメキアに軍事支援している様子はない。灰の大陸は黒の一帯の侵食が激しいと聞く。にもかかわらずザンブレクのように新たな領土を得ようという意志も感じられない。君の話を受けるならドレイク・ファングにオーク族を送り込んだことになるが、かのマザークリスタルを我が物にしようという動きも見えなかった。だが軍備を怠っているという噂だけはついぞ聞かないのだ。では次にウォールードの旗がたなびくのはいつか。漆黒の騎士オーディンが戦場をかけるのはいつなのか。おそらくその時、嫌が王でも世界が揺れるだろう。昨今のウォールードはその行動がなかなか表に出ない。風国プカの一件で久々に直接的な動きを見せたくらいだからな。そうか。
だが朗報はある。少し前に君のおじごが知らせをよこした。あちらでもウォールードの動きを探ってくれるそうだ。おじさんが助かるな。いずれにせよ焦っても仕方がない。今は報告を待とうじゃないか。さてクライブ、旧敵を撃ったことを君から直接伝えてやるといい。語り部やカローン、ブラックスオーン、年配の方々には特に嬉しい知らせとなるだろうからな。それで今日の講義題としてやろう。お前の口から人を気遣う言葉が聞けるとは。私ほど人というものの本質と向き合っている者はいないぞ。ありがとうビビアン。早速伝えてこよう。噂は聞いてる。うまくやったみたいじゃないか。さすがカローン、耳ざといな。フーゴを撃ったよ。そうかい。ここ最近で一等いい知らせだね。感謝するよクライブ。これでみんな前だけを見て進んでいける。いらっしゃい。そうか。ここ最近で一等いい知らせだった。感謝するよクライブ。これでみんな前だけを見て進んでいける。ブラックソン、今いいか。なんだ、要件を言え。みんなの仇を取ったよ。フーゴクプカを撃った。長かったな。やっと胸の使いが取れた気がする。俺たちも仕切り直さねえとな。これからも頼むぜクレイブ。こちらこそよろしくな。おやクライブ、どうしたんだね。報告がある。フーゴを撃った。そうか、ついに。語り部泣いてる泣いてる。変なの。今日は祝いだ。お前たちの両親にも報告せねばならん。ささやかでいい祝いの支度をしておくれ。お祝いやった。ここからが再出発だ。ああ、そうだな。本当にありがとう。他の連中にはわしから伝えておくよ。ハルポクラテス、フーゴを撃った後、アルテマと会った。奴について何か分かったことはあるか。いや、あれからあらゆる古文書を解読したが、その存在を見つけることができなかった。これは意図して消されたのではなく、もとより存在していないと言った方が正しいだろう。だが現に俺は奴と。その事実は否定しない。ただ人から見ればアルテマとして存在していたのではなく、天災や病などある種の災いだったのかもしれんとな。災いか。お主があったというアルテマがどういう存在なのか、わしには想像もつかん。何にせよ引き続き調べてみよう。分かった、頼む。よし、一度オットーのところへ戻るか。ビビアンに話を聞くにしちゃ随分時間がかかったじゃないか。いろいろあってな。そうか、フーゴを撃った報告に。みんな喜んでくれたよ。なあクライブ、この機会にシドたちの墓参りでもしてきたらどうだ。奴らも心待ちにしてただろうさ。そうしよう。
シドやみんなにも知らせてやらないと。ついでにミドを連れて行ってやってくれ。あいつは隠れ家に戻った時も研究ばかりだ。たまには父親に顔でも見せろってな。